バイバイ。バイバイ。そうそうそう。撮ってる人を撮ってる。撮ってる人を撮ってんの。こんにちは、レイト開発の K です。今回の動画ですね、前々回の動画で、軽トラでキャンプアウトドアイベントのフィールアースっていうのに、片道約500、500じゃない500は遠すぎですね。150キロか。片道約150キロの、そのイベントへの出店に軽トラで行ってみるっていう動画の前編っていうのをやったんですけど、今回それの後編になります。で、前編ではですね、全部で3日間の工程のうち1日目の夜までやりましたね。移動してで無事着いて、で設営ですね。イベントの時に WPL のラジコンのコースをいつも作るんですけど、そのコースを、作ってで、晩飯食って寝ましたっていう、そこまでが前編だったんですけど、今回は後編ということで、これがもう2日目ですね。寝て起きてでやっぱり歯磨いたり変わったりするじゃないですか。で戻ってきたらこのちょっと不気味な不気味なマシンが走ってたんですけど、これちょっとまた別動画でちゃんとやります。ちょっとやばいですねこのマシン。はい。でこんな感じでですね、もう、イベントの当日、イベントは今回全3日間の工程のうち2日目と3日目がイベントですね。でイベントとしてはこれ初日の朝なんですけど、いつもですねこんな感じでちびっ子とおじさんがたくさん来て遊んでいってくれるんですけど、ちょっとその様子ですね。かわいいですね。ちびっ子はラジコンで遊ぶべきです、やっぱり。はい、こんな感じで、やっぱり、なんていうのかな、長めに遊んでいってくれるのはちびっ子が多いんですけど、結構ですね、おじさん、でもちろん時々女性もですね、結構興味を持ってくれて、で、こういうリアルイベントの機会にですね、結構触っていってくれるんで、嬉しいんですけど、でもちろん、イベントにもよるんですが、大体ほとんどのイベントで当日ですね、その場で販売の方もさせていただいてますので、実際に触ってみて、もうやっぱおじさんが多いかな。お子さんはやっぱり急に何千円っていうお買い物になるので、お父さんお母さんと相談になるんですけど、おじさんはですね結構もう即決で、もうお小遣いで買える範囲の人がやっぱり多いので、欲しいって言って買っていかれる方が多いんですけど、やっぱり、うち普段オンライン、いわゆるオンラインショップでの販売っていうのがメインなんですけど、こういうリアルイベントで直接こう見たり触ったり、あと操作したりしてもらって、でこれ楽しいって言ってこう、ご購入いただいてっていうようなそういう機会っていうのはやっぱり嬉しいですね。で今回のこの、軽トラでイベント出店に行ってみましたっていう、一応そういう動画にはなるんですけど、合わせて OSMO Action 3っていうアクションカムですね、それだけ使って撮ってみるっていうのもちょっと試してみたんですけど、その OSMO Action 3ですね、結構スローが良かったっていうのに今更というか最近気づいたんですよ。でこれがその実際スローなんですけど、これでもまだ、8分の 1?8 倍っていうんですかね。8倍で撮ったやつを、倍速にしてるんで、4倍か。4倍のスローになってるんですけど、これ、だから、これのもう半分の遅さにもできるんですけど、これ結構よく撮れるなっていうのが、最近気づいたんですよね。で、結構最近このスローで撮るのハマってるんですけど、
このラジコンってやっぱりスローで撮るとかなりリアルに映るんですよね。でこのラジコンをスローで撮るっていうのも賛否両論あると思うんですけど、僕は結構好きで、なんか実写っぽい動きになるじゃないですか。で今のはその映像でしたと。でこれはマーケの K さん多分子供結構好きなんですよね。よくこうやって来てくれた子と一緒に遊んであげてるのか遊んでもらってるのかちょっとわかんないんですけど、こんな感じでこうローアングルでこう撮影してその場で撮ったやつ見せてあげたりとかってよくやってるんですけど、こういう風にせっかく来てもらってで楽しんでもらってっていうなかなか微笑ましい光景ですね。これ本当によくある光景です。このラジコンを撮ってる人を撮ってんの。撮ってる人をそう撮ってる人を撮ってる。撮ってる人を撮ってんの。で僕も今みたいにたまにちょっと絡まれながら撮影してたんですけど、これまたちょっとスローで撮影してみてっていうの映像なんですけど、スローもやっぱりいいですね。かっこいいですね。でこの奥に映ってる子なかなか新しい操作方法してて見てないっていうこの奥の子が手前のラジコン操作してるんですけどほとんど見てないっていう新しい操作方法学べました。でイベント初日はこんな感じで、朝はですね早速子供たち遊びに来てくれてちょっとこう撮影しながら戯れたりしながら、でイベント全体としてはちょっとこんな感じで曇り空にはなっちゃったんですけど無事に開催できて、で、初日と一緒でですねこのイベントの日も、夜同じなんで要はお肉焼いて食べて、寝るとなのでちょっとそこは割愛しますけど、で今度はイベント最終日ですね。最終日の朝なんですけど、その夜寝ている時にですねめちゃめちゃ土砂降りが降って、こんなに降るっていうぐらい土砂降りが降って、朝起きたら軽トラこんな感じですね。もうこのシートの上に水が溜まっちゃって、でもその後このイベント2日目かなり午前中は晴れたんですよ。これ一時的にだったんですけど、こうかなり晴れて気持ちのいい天気っていうのが小1時間ぐらいですかねあったんですけど、そこからですねまたお昼頃にすごい天気が悪くなってしまって、結果的にはですねもう途中でほぼほぼイベント自体も、はっきり中断したっていうわけではないんですけれども、事実上早めに閉まっちゃったっていうような状況だったんですけど、で一応今回ですね軽トラで行って帰ってきましたっていう、動画にはなりますので、一応帰りの様子もちょこっとお伝えして今回の動画、終わろうと思いますが、タクちゃんもうこれあれですね、雨がもう急にひどく降ってきてもう避難してるような状態で、各ブースの皆さんもですねちょっともう撤収しないと危ないってほどではないんですけど、こう大変だなという感じになってきて、皆さん撤収してですね、でうちももちろんこう雨が強く降ったり止んだりっていうのをちょっと繰り返す中で、なんとか片付けて、でタクちゃんです。イベント2日目がですね今12時半ぐらいなんですけど、雨がいっぱい降ってきちゃって、実質イベント終了ですねうち以外の出店者さんも皆さんワイパーこんな感じで今もう撤収してますね。本当は2時ぐらいまでかなだったと思うんですけど、もうちょっと早めに皆さん終了モードっていう感じですね。正直外のイベントはこういうこと結構よくあるんですけど、でみんなももう片付けてますね。こんな感じでうちのブースももうすっかり片付けがほぼ終わるという感じです。じゃあ、これでもう片付けして帰ると、それぞれ、東京組と長野組で
帰るという感じです。はい。でもうちょっと雨がひどくなる一方だったので、早々にっていう感じではあったんですが、僕の長野組って言っても長野組は僕一人なんで、僕一人、軽トラの方を乗ってですね、この会場後にして、でもこんなんですね。これちょっと映像で分かりづらいですけども、相当強い雨でした。で、まあもちろん事故に気をつけてですね、高速に乗って、高速に乗ったらですね、こんな感じでめちゃめちゃ晴れたんですよ。まあ、ちょっと高速に乗ってもう地域が変わって移動してるっていうのもあったかもしれないんですけど、雨何だったんだっていうぐらい、綺麗に気持ちよく晴れてですね、まあまあしょうがないんで、そのまま帰りましたけど、まあこういう状況、雨が降っていたっていう状況ですね。そういう時にやっぱり荷台のシートあるのとないのとで全然違うんで、まあそういう意味でもあれを準備して取り付けていってよかったなっていうふうに思いました。で、富士山のふもとのふもとっぱらキャンプ場を出て2時間ぐらいですかね。2時間ぐらいで無事、事務所長野ファクトリーですね。長野レイウッド長野ファクトリーの方に到着しましたと。無事たどり着きました。長野ですね。帰ってきました。このシートもこれいいですね。初めて使ったんですけどめちゃめちゃ便利です。こう荷物積んでこれかぶせとけば、今回高速移動でしたけど、そういう高速移動の時なんかもめちゃめちゃ安心ですね。物がまあ飛んでく心配がかなり少なくなるので、これも大活躍でしたと。で、今回2日間のイベント参加して、2泊3日か2泊3日で行ってきたんですけど、前乗りだったんで、これで終わりですね。まあイベント参加はいつもこんな感じで、大変は大変なんですけど、自分たちも楽しませてもらいながら参加させていただいてますという感じです。今回ちょっと初めてイベント行って帰ってくるっていうのを動画にさせていただいてみたんですけど、あんまり面白くないか。またよければまたタイミングがあればですね、こんなような動画も、またたまにはですねお届けできればなというふうに思ってます。では今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。